僕が一番感動したのは、話すように歌ってるというか、日常的に会話をしている言葉にたまたまメロディーがついてるみたいな雰囲気を感じたんですよね。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、嵐アンタイトルよりプレイ、こちらのライブ映像を見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ5月はですね、嵐歌声分析動画強化月間でございます。そして動画の最後にですね、以前皆さんにお伺いを立てたメンバー一人一人の歌声進化分析動画、こちらの公開についての詳しいお話をしているので、ぜひ動画の最後までお付き合いいただけたらなというふうに思います。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、嵐プレイ歌声分析 GO!いやー、いいですね。相変わらず相葉くんの声は全体的に息の音が混ざってる歌声がですね、ものすごく心に染みますよね。このテクニックをウィスパーボイスって言います。で、ここの部分の声の音色作りなんですけど、いつもの相葉くんの歌声と一味違うんですよね。いつもは結構鼻声のですね、音色を中心に歌声作りをするんですけど、この時の相葉くんの歌声はですね、口の中の空間をうまく響かせた音色と鼻声の音色、この2つをブレンドしたような歌声になっています。それぞれの歌声を専門用語で、鼻が鼻腔共鳴、口を口腔共鳴って言います。この辺の用語はもう皆さんにとってはおなじみになってきたかな。もう一回聞いてみましょう。全部変わっていくんだ。こんな感じかな、僕がやると。いつもの相葉くんだと、全部変わっていくんだ。多分こういう音色になると思うんですよね。推測するにバラードということで歌詞の世界観をですね、より深く伝えるために口の中の空間を使ったんじゃないかなっていうふうに推測します。口の中の空間、口腔共鳴をうまく使うことによって言葉の輪郭がですね、ものすごくはっきりしてくるんですよね。言葉が聞き取りやすいというか。ここでじゅんくんと相葉くんのデュエットなんですね。この息が合った歌声、最高ですよね。声の雰囲気、リズムともにぴったり揃ってるっていう感じがします。リズムをしっかり合わせる努力の背景、そして歌声をしっかり合わせにいくチームワーク、どれをとっても最高ですね。もう一回聞いてみましょう。これぴったり合いすぎて、映像がなかったら一人で歌ってるんじゃないかって勘違いしちゃいますよね。すごすぎます。いい声。混ざってのところのザーだけ鼻に声を多く送ってるんですよ、二宮くん。そこまでは口の中の口腔共鳴と肺の中の空間、胸腔共鳴、この2つが中心になってるかと思います。やっぱり高い音域っていうのは鼻に声を送るイメージで歌った方がふわっと出しやすいんですよね。細かいテクニックがですね、光ったポイントかなって思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。で、ここでも二宮くんの表現力がものすごいことになってますよね。ララ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 。こういう感じの歌い方になってるんですよね。今ごめんなさい。ちょっとテンション上がりすぎて声裏返っちゃいましたけど、前半は歌声の実音をメインで、後半はウィスパーボイスで囁くように歌う。これを2回繰り返したような感じの表現方法なんですけど、不意に漏らした吐息がっていうこの吐息をですね、ウィスパーボイスで表現してるんじゃないかなっていうふうに推測します。言葉を聞いて思い浮かべる映像をですね、意識したような表現力ですよね。素晴らしすぎますよね。いい。かっこいい。ここは二宮くんとじゅんくんのデュエットパートかな。
僕すごく味があるなって思ったポイントが、歌詞を歌っているところ、普通に歌っているところはぴったりリズムが揃って声もすごく溶け込んでいるんですけど、ロングトーンのところだけ2人ともビブラートの種類が違うんですよね。ここのズレがですね、ものすごく味があってかっこいいなっていうふうに思いました。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。ほらほら、人知れずの図のポイントなんですけど、二宮くんがちりめんビブラートっていうってこう細かく揺れるタイプのビブラートを使っていて、じゅんくんが多分ここビブラート使ってないんですよね。まっすぐ伸ばしてるっていう。この表現方法の違いが一つにまとまることによって生まれるこの魅力、たまらないですよね。いい、このたっぷりと感じれるじゅんくんの歌声のリズム感がですね、ものすごく心地いいですよね。タンバンツトンタタンバンみたいな、ドッツバッツドッドドンバンとかじゃないんですよね。歯切れのある感じではなくて、こうゆったりとした時間を感じれるリズムの雰囲気というか。で、じゅんくんもですね、いつもと違う歌声をですね、ここではチョイスしてるかなっていうふうに思います。いつもは口の中の口腔共鳴をメインにして言葉がねものすごくはっきり聞こえるような歌声をチョイスしてるんですけど、ここでは相葉くんと同じように鼻声の音色をですね歌声にプラスしてるかなって思います。ただ口の口腔共鳴の音色の方が強いので、よく聞かないと鼻声の音色は聞き取れないかなっていうふうに思うんですけど、この声もいいですよね。甘えた感じがしてすごく男らしい中に可愛さがあるっていうか。もう一回聞いてみましょう。冷たい風に凍える夜も、こんな感じかな。もうちょっと鼻に声が入ってるような雰囲気しましたけど、聞き方によっていろんな感情に聞こえるこのじゅんくんの歌声すごいですよね。で、ちょっとこう笑いながら言ってるような声の雰囲気あるじゃないですか。ここもすごく魅力的かなっていうふうに思います。このポイントはじゅんくん、相葉くん、そして今ちらっと見えてるんですけど二宮くん3人で歌ってるポイントかな。なんか声の重なりから生まれるパワー感がですね、さっき2人で歌った時よりも増えてるような感じがするんですけど、もう一回聞いてみましょうか。多分3人かなっていうふうに思うんですけど、間違ったらごめんなさい。こう徐々に声の音圧が増えていくっていう流れも素敵すぎますよね。いいね。やっぱり3人でしたよね。このピンライト浴びてるメンバーが、じゅんくんと相葉くんと二宮くんですもんね。で、ここでは二宮くん、さっきのちりめんビブラート使ってないんですよね。メインで歌うときはちりめんビブラートを使って、メンバーとのユニゾンのポイントは、ストレートに歌声を伸ばすっていう風に歌い分けているのかもしれないですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、わかりますか？全員同じようにまっすぐ伸ばしてるんですよ、歌声を。もしかすると嵐のメンバー全員ソロで歌う時とメンバー同士のユニゾンで歌う時の歌い方を分けてるんじゃないかってね、今思いました。さっきのじゅんくんと2人で歌ってるポイントは二宮くんがメインだったので、感情を込めるためにちりめんビブラートを使ったと思うんですけど、いや、そう思ったらですね、ものすごく感動してきました。こっからサビでしょ。めちゃくちゃ楽しみ。いいですね。一気に音域がぐっと上がることによって、このきらびやかな雰囲気が出ているのが最高にかっこよくて美しいなっていう風に思います。で、さりげなく下ハモリが入ってるのもすごく素敵ですよね。ここでの下ハモリはやっぱりじゅんくんなのかな？
なんか下ハモリが出てくると僕の中でじゅんくんが担当してるんじゃないかっていう風に思っちゃうんですけど、嵐の楽曲で下ハモリが入ってるポイントってやっぱりね、他とは違うなっていう風に思っちゃうんですよね。下ハモリが入ってるハーモニーっていうのはどうしても低音部分のもわっとした雰囲気が出てしまうのが特徴なんですけど、嵐の楽曲はですね、それがないんですよ。これものすごいことで、ある意味声の法則を無視してるような、いい意味で言ってますよ。下ハモリの特徴としては、歌声全体にですね、パワーがあるようなハーモニーを作り出すのが特徴なんです。なので、この下ハモリのいいところだけを抽出して表現しているような感じになってるんですよね。これが最高に素晴らしいです。もう一回聞いてみましょう。ほら、やばいでしょ。声のパワー感が上がることによって声の存在感がですね、ぐっとこう前に出たような感じにもなってるんですよね。やっぱりグループとしての歌声の表現力も素晴らしすぎますよね。いい。やっぱりチームワーク抜群ですよね。もう細かいリズムのパターンとかも全員で統一することによって歌声の一体感を作り出してるんじゃないかなって思うんですよね。で、今回のプレイで一番難しい部分、僕が思うっていうポイントですけど、このパンツトットトンパンっていうこのリズムパターン、通称専門用語でシャッフルって言われるリズムパターンです。簡単に言うと、こう弾んだようなリズムパターン。これ、日本人ものすごく苦手っていう風に言われてるんですよね。こうリズム単体をですね、長く捉える感覚と、点で押さえるっていう感覚、この2つがないと弾んだリズムって表現できないんですよ。ものすごくごめんなさい、難しいこと言ってますけど、で、一人でこの弾んだリズムを表現するのがただでさえ難しいのに、3人でそれをですね、ぴったり揃えてるっていうところが、ものすごいトレーニングした背景がですね、感じることができて、本当にすごいなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいね。そのものすごい難しいのに、さらっと余裕ですっていう雰囲気で歌ってるところが最高にかっこいいですよね。王者の風格っていうかね。いや、難しいね。プレイ。リズムもものすごく難しいっていうのはさっき話した通りなんですけれども、この音域のアップダウンがものすごく激しいですね。さっきまでハイトーンを歌っていたと思ったら、今聞いたところは一気に音域がガクンって下がるっていう。この音域の切り替わりのポイントがですね、ものすごく音程が取りづらいポイントかなっていうふうに思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。すごい。これ絶対カラオケで歌った方、ぜひコメントで教えてほしいんですけど、うまく歌えないですよね。相当難しいと思いますよ。で、サビの部分、あえて触れてはいなかったんですけど、言いますね。音程もですね、ものすごく取りづらいバックのサウンドのパターンなんですよ。ところどころ部分的に転調っていう作曲技法が使われていて、転調って曲の中でキーが変わることを転調って言うんですけど、キーが変わると楽曲の雰囲気がガラッと変わるので、そのポイントだけ音が取りづらくなるんですよね。一番身近で分かりやすい転調の例で言うと、最後の大サビでキーが上がる。これも転調なんですよね。ただ今回はですね、サビの中でポイント、ポイント、ポイントみたいな感じで、部分的に転調してるので、ものすごくね、音が取りづらいと思います。想像してください。大サビ前で無音になって、その後の大サビでキーが上がっている転調がやってきたら、入りの音めちゃくちゃ取りづらいじゃないですか。これがですね、サビの中で何箇所もあるんですよ。この話聞くとカラオケで歌うのが相当難しいっていう風な雰囲気がですね、理解できるかなっていう風に思うんですけれども、これを歌いこなす嵐、化け物ですよね。えい、超かっこいいね。リズムのこのね、決めって言われるポイント、ダーン、ドーン、バーンみたいな。ここで決めがやってくる。で、そこに対して歌のリズムもバシッ、バシッ、バシッってぴったり合ってるので、ものすごくパワー感が生まれてますよね。もう一回聞いてみましょう。
決めのところにね動き合わせちゃいましたけどめちゃくちゃかっこいい。感動的な楽曲の中にかっこいい雰囲気もあったり、いろんな感情がですね散りばめられた楽曲、それがプレイなのではないでしょうか。ものすごくおしゃれだしね、楽曲の雰囲気。なんか前半部分よりも今聞いたところの二回し目の方が歌声にパワーがあって、ものすごく感情的に歌ってる雰囲気が感動しちゃいますね。地声の割合を増やしたんですよね。これどういうことかっていうと、肺の中の空間、胸腔共鳴って言われるところの音色を増やしているんですよ。そうすることによって声の音圧がですね増幅するんですよね。結果力強い声になっています。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、かっこいい。後半に向かうにつれてどんどんこう盛り上がっていく感じがですね、ものすごく引き込まれちゃうなっていうふうに思います。そう思いませんか皆さん。で今のポイントはちょっと声のパワー感が下がったような感じがしますよね。これどうやったかっていうと、3人ともですね胸腔共鳴の音色を前半で増やして、今聞いたところはですね胸腔共鳴の音色をちょっと下げたんですよね。その分鼻に入れる声の量を増やしています。この声の出し方を使うことによって歌声全体の雰囲気がですね丸くなったような雰囲気を作り出しているポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらどうの最後のねこの歌い直すところめちゃくちゃかっこいいですよね。いや表現力お化けですねやばいですね本当に。ここでものすごくソフトな感じで歌うんですね。だから先ほど言った声の音色をですね変えたのかなとか思っちゃいますね。この話だけ聞いてもよくわからないですよね。一個前に聞いた歌声がですね鼻の音色を増やして丸い雰囲気を作り出したっていう風なお話をしたと思うんですけれども、今のフレーズになだらかにつなげるための声作りなのかなってねちょっと思っちゃいました。あくまで僕の推測なんですけど、で今のところはですね3人とも声の大部分をですね鼻に入れたような歌声にしてます。裏声のポイントもですね鼻に入れた声ですね。もう一回聞いてみましょう。止まったままのこの裏声がですね僕大好きですね。いやーめちゃくちゃ心に染みます。感動しないわけがないですよね、こんな素晴らしい歌声を披露されたら。いい声やばいねこの歌声やばすぎるな大野くん。声もものすごく魅力的なんですけど、僕が一番感動したのは話すように歌ってるというか、日常的に会話をしている言葉にたまたまメロディーがついてるみたいな雰囲気を感じたんですよね。言葉を使ったコミュニケーションの延長線上にメロディーがついているみたいな。いやさすが最強ボーカリストですね。もう一回聞いてみましょう。やばい。全部受け止めてるって強がるふりをしたって、こんな感じかな。でも僕があくまでトレースできるのは声の音色だけなんですよね。だからなんか雰囲気はもしかしたら近いっていう風に思ってくださった方いるかもしれないんですけど、この声からにじみ出てくる感情、ここまでは無理ですよね。いやすごい、ごめんなさい、感動しすぎてね感情的な部分ばっかり話してしまいましたけど、それでも僕はどうやって雰囲気を近づけた歌声を作ったかっていうと、鼻の音色がメインなんですよね。鼻腔共鳴です。で顔の表情はほとんど動かさない、ちょっとこう落ち込んだような気持ちをですね歌声に乗せる、こういったイメージかな。そうすると全部受け止めてるって、こういう感じの歌声になります。でもっ
と大野くんの歌声に近づけたいっていう方、気をつけるポイントがですね、全部受け止めるっていうところよりも、最後のるってのところでさらに鼻にいっぱい声を入れるようにしないと声の音色をキープできないので、ここだけ気をつけて歌ってみてください。低音になればなるほど鼻に入れる声の量を増やすイメージですね。いやーびっくりしたここで大野くんと二宮くんのデュエットなんですね。やっぱり個性が強い歌声の2人がですね、一緒に歌うことによって魅力が掛け算方式でこう増幅しているような感じ。これめちゃくちゃ素敵ですよね。もう一回聞いてみましょう。まあまあ。ここが甘えた感じでですね、ものすごく魅力増幅ポイントかなっていうふうに思います。で、桜井くんの歌声なんですけど、口の中の口腔共鳴が中心なんですよね。口をあまり動かさずに歌っているにもかかわらず、歌詞がものすごくはっきりと伝わってくる歌声、素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。口を中心にすることによって歌声に艶感はないんですけれども、ものすごく素直な感情がですね、歌声から伝わってくるかなっていうふうに思います。口腔共鳴はですね、日常会話で使っている歌声に雰囲気近づけることができるんですよね。そのいい部分がですね、ものすごく歌声から出ているかなっていうふうに思います。音のパワーのアップダウン、ここにも引き込まれますよね。ソロで歌ってるポイント、デュエットしてるポイントで、またソロで歌ってるポイントで、今のポイントは桜井くんと相葉くんのまたデュエットポイントですよね。いや、声で表現できるパターンをですね、全て楽曲に詰め込んでるグループ、それが嵐ですよね。ここまで徹底した楽曲構成、なかなか聞けないですよね。ここは誰だ二宮くんと淳くんでしたね。で、今なんか歌い終わった後、違うメンバーにまたピンライトが当たったんですけれども、次は違うメンバーなのかな、聞いていきましょう。なるほどね。ここは大野くん、相葉くん、桜井くんの3人で歌ったってことかな。あ、徐々にね、メンバーが全員で歌うっていうところにつなげていくわけね。外れている可能性もありますけどね。本当に嵐の楽曲はですね、この先どういう展開になるんだろうっていうワクワク感が生まれてくるっていうところも魅力の一つかなって思います。で、今のフレーズも3人で歌っていたポイントですよね。で、この後どうなるんだろう。そう、さっき言ったのはこういう気持ちですよ。次は誰が歌ってくれるのかなとか、次は誰と誰のデュエットなのかなとか、全員で歌ってくれるのかなとか、きっと皆さんもこういう気持ちで嵐の楽曲聴いてるのかななんていうふうにね、想像すると僕もね、すごく嬉しくなってきます。全員でした嬉しいね。嵐としての絆っていう感じですよね。これ毎回言ってると思うんですけど、やっぱり全員で歌った時のこの歌声の一体感がですね、僕ものすごく好きで、嵐の楽曲の歌声分析を始めた当初は、いや、ものすごく完成された完璧なユニゾンだなっていうふうに思ったんですけれども、聞けば聞くほどですね、歌声からにじみ出るこのチーム力というか、絆パワー、こういうところも感じ取れるようになって、もうね、ほんと大好きなポイントです。もうちょっとちょっと感動してきちゃったじゃないですか。ちょっとね、また涙腺が緩み始めてきたんですけれども、嵐の楽曲はちょっとね、感動してうるうるしちゃうことがものすごく多いですね。それだけ魅力がものすごいっていうことだと思うんですけれども、たびたびお見苦しい姿を見せることになると思うんですけれども、ご了承ください。ほんと最高ですね。
で全員で歌ってる時の魅力なんですけど、ちょっとね語らせてください。なんか大人っぽい部分もあるんだけど、ポイントによっては少年のような無邪気な雰囲気を感じれるポイントもあると思うんですよね。僕今聞いたところはまさに少年のような無邪気な感情が歌声から伝わってきてほっこりしちゃいました。同じ意見をお持ちの方、ぜひねコメントで教えてください。あ、かっこいいうん、いいよね。ここのポイントね。バーン、バーン、バーンってとこ。もう歌声分析じゃなくて、ただのファンとしての感想になってますよね。ごめんなさい。でも、嵐のメンバー全員で歌ってるポイントって、正直言うと、もう言うことないなって思うんですよね。今更解説するのは野暮かなっていうふうに思うんですけど、ただ解説するとしたら、5人全員一つのテーマに向かって歌声の声質をこう合わせにいってる感じがしますし、あとリズムの位置ですよね。これもですね、5人全員ぴったりと揃えてる。もう完璧で完成されたユニゾンパートかなっていうふうに思います。もうこれにつきますね。ほら。すごいね。で、後ろがなんかこう開き始めましたよね。曲が終わった時にそこに戻っていくのかな戻っていくっていうか、次の曲のスタンバイのために一旦ステージからはけたりするのかな。あ、バックでうっすらうーって入ってるコーラスも素敵ですよね。そのコーラスが入っていることによってなんか季節的に冬を感じさせてくれるというか。で、後ろの壁がこうグッて開いたのはバックからのこの照明、それのためだったのかな。もう一つ一つが気になりすぎてもういろんなこと喋っちゃってごめんなさい。最高のステージですね。いいそう、やっぱね、裏声のポイントがね、美しすぎるんですよ。で、5人全員で歌ったとしても、その美しさがですね、変わらない。むしろ、さらに美しくなってるっていうところが、素晴らしすぎますよね。やっぱりやばいんですよ、嵐は。もう分析すればするほど嵐の魅力が理解できるようになって、すごいグループだっていうことをですね、再認識します。お、動いてきたぞ。そういう仕掛けがあったわけね。ただ後ろからライトでこう当ててるだけじゃなかったわけだ。で、ここでまた大野くんがですね、歌声の雰囲気を変えてますよね。先ほど解説した時は鼻の中の音色をメインで歌っていたっていう風なお話をしたと思うんですけど、ここでは口の中のですね、口腔共鳴、こちらを中心に歌声作りしてます。ツヤ感をちょっと下げて、声の自然な雰囲気を大事にしたような歌声チョイスですね。もう一回聞いてみましょう。そんな時もあったと思い出す。こんな感じの音色かな。あえて鼻の方に声がいかないように意識して歌ってるって感じですね。大野くんのこの声質コントロール、本当に凄まじすぎますよね。いろんな声を使って表現できるっていうところがもう本当にね、天才だなって思います。で、今のところも大野くんかな。先ほど聞いたところと今聞いたところの歌声全然違いますよね。今聞いたところはですね、今度鼻の音色をまた使ってるんですよね。前半と後半で声質を使い分けている。いや、ほんとすごい。もう一回聞いてみましょう。すごい表現力ですね。最初に聞いたところよりも声にこう甘い雰囲気が出てますよね。鼻に声を入れることによって作り出しているんですよ。あと音域がちょっと上がって高音域を出しやすくさせるために鼻の音色を使い始めたっていうのも理由の一つかなっていうふうに推測します。で、ここで相葉くんと淳くんのデュエット。ちょっと声のですね、聞こえる位置が一歩下がったような感じがしますよね。この声を使った前後の距離感の表現。ここもですね、素晴らしいですよね、嵐。ちょっとマイクを離して歌ったのかな、ここのポイントは。確認してみましょう。
そういう感じがしないですね音響さんの調整かなってことはね。こういう手のマイクっていうのは基本はですね、マイクのこの網網のところを口につけた状態で歌うのが一般的なんですけれども、この距離をですね3センチずらすだけでマイクに入る声の量がですね大きく変わってきます。音を拾う範囲ってものすごく狭いんですよね。なのでちょっと話したのかなっていうふうに思ったんですけれども、音響さんの調整だったみたいです。いい。裏声素敵ポイント。僕裏声だとものすごく反応しちゃいますね今気づきましたけど、嵐のメンバーって全員裏声が美しすぎるんですよ。だからっていうのが大きいかなっていうふうに思うんですけど、今のところは桜井くんと二宮くんの美しい裏声かな。もう一回聞いてみましょうか。なんか5人全員で歌ってんのかな。どうなんだろう。また今回もごめんなさい、混乱してきました。なんか声の音圧がものすごく高いような気がして、あ、なるほどね。ここが大サビなんだ。曲が締めくくられるかなっていう風に思わせておいての大サビっていう感じか。やっぱ楽曲の構成も一味違いますよね、嵐って。こういった雰囲気を使ったフェイントみたいなポイントがですね、1曲に1ポイントはあるかなっていう風に思うんですよね。そういうところを見つけるのも楽しみの一つかなって思います。そっか、さっき冬の雰囲気がとか言いましたけど、雪とか歌詞に入ってますもんね。何当たり前のこと言ってんだとか言って聞いてましたか皆さん。いや恥ずかしい。でもこのセットすごいですよね。本当に冬の街みたいな感じがしてすごく壮大だなっていうふうに思います。さすが嵐のライブですね。ほら雪降ってるしね。最初から雪が降っていたと思うんですけれども、曲が終盤に向かうにつれて降る雪の量が増えてますよね。こういう細かい演出僕ね大好きですね。来るよ僕の一番好きなポイント、心構えしちゃいましたもんね。来るぞ来るぞっつっていいねやっぱりそうですよね。後半の方がみんな力強く歌ってますよね。最後の大サビだから確信に変わりました。もう声のパワー感がぐっとね上がった感じがして、やっぱりやってんなって思いましたよ。僕めちゃくちゃかっこいい。ほらこの一歩ずつ溶かすけれどのあたりで全員鼻に入れる声の量を増やしてるんですよね。やっぱり1番のサビで説明したのをですね、最後のサビでもやってますね。いやーよかった、間違ったこと言ってなくてほっとしました。いい、素晴らしいね。ここでね優しい歌声になる瞬間がねたまらないですよね。せっかくなんでね最後まで見ていきますね。わー綺麗だ。いやー最高でしたね。やっぱりね一人一人の歌声が最強レベルだっていうのはもちろんなんですけど、嵐グループ全体で見た時の表現力もですねやっぱりすごいですよね。でメンバー一人一人がユニゾンになった時に嵐のカラーってこうだよなとか、嵐としての歌声ってこうだよなっていう部分を意識して一つの歌声を作り出すっていう、こういった部分をですね感じ取ることができて、いやさすが嵐だなっていうふうに思いました。もう分析すればするほど嵐の凄さがですね発見できて、僕はものすごく嬉しいですね。それとですね、先日皆さんにお伺いを立てた歌声進化分析動画、ものすごくたくさんのコメントをいただいてですね公開することにしました。で撮影をする前にですね準備が必要なので公開するまでに少し時間がかかると思うんですけれども、順次動画公開をしていきますので、ぜひ公開されたら皆さん見てみてください。
これからも嵐全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、そしてハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。